視聴者さんの天才口糸考察、ジャスパルと申します。来週1週間の準備期間を経て、再来週6月9日からはデカ盛り料理ウィークが開催されます。詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。おそらく過去一強力な料理系のキャンペーンになると思われるデカ盛りウィーク。なんなら1年で最も稼げるレベルなんじゃないかってことで、すでに卯の花雪原のマスター20までは達成しているパルは、次なる目標としてラピスラズリコ藩のマスター20に行けるのかどうかシミュレーションしてみました。その動画が前回。結果、相当現実的にラピスマスター20も可能そうだってことが分かりました。そんなわけでね、コメントでもラピスマスター20狙ってみようかなーなんていくつかいただいたりしたんですが、口糸が出てこないんですよね、ラピスラズリコ藩。デカ盛り料理ウィークで初登場となる口糸は若草、トープ、ゴールドにしか出現しません。てなわけで、口糸のことももう少し考察しておきたいなと思うわけなんですが、かなり面白い考察コメントをいくつか頂戴できたので、それを交えつつ口糸についてのいろんな可能性見ていきたいと思います。またフィールド選びに悩みが増えそうです。それでは参ります。ということで、まずは過去の例から推察したパルの口糸考察についてです。パルは口糸はフレンドポイント16のスキルポケモンなんじゃないかと思っています。先日登場した闇カラスの亜種みたいな感じになるのかなと思ってました。その根拠としてはメインスキルにあります。口糸のメインスキルは怪力バサミ食材セレクト S。これまでにない新たなメインスキルです。ポケモンスリープ、これまでのおよそ2年間の歴史の中で新スキルを引っ提げて登場したポケモンは全て得意なものスキルのポケモンでした。料理チャンスのデデンネ、お手伝いブーストのライコーたち、蓄えるの不安定、化けの皮のミミッキュ、木の実バーストのワシボン、三日月の祈りのクレセリア、ナイトメアのダークライ。ダークライはオール得意なんですが。そして強運の闇カラス。ここまでは例外なく新スキルはスキル得意のポケモンが持ってくるっていう流れでした。なので今まで通りであれば口糸もスキルのポケモンになるでしょう。ただ今回のデカ盛り料理ウィークは食材のポケモンが特にフィーチャーされる1週間なので、食材ポケモンの可能性もあるのかななんてどうしてもよぎってしまいますよね。そんな中、いくつか食材ポケモンなんじゃないかってコメントがありました。それもみんな同じ食材のポケモンを予想してたんですよね。ってことでコメント3つほど紹介したいなと思います。キャンチケ使って5級伝マスター20目指しつつ、ワンチャンネギ食材口糸予想で狙ってみたい。口糸は第一食材ネギもあり得るんじゃないかと思ってます。イベントへの背景にある料理に必要な食材はピックアップポケモンたちでほぼ賄えるんですけど、唯一ネギだけが足りないんですよね。かっこ間違ってたらごめんなさい。スキル得意ではなく食材得意だったり、食材セレクトのラインナップにネギが入ってたりもあり得る気がします。あとは口糸の足元はネギに見えませんか？見えませんね。口糸はフレンドポイント16食材タイプで第2のネギか生姜要因になると予想しています。イベント画像を見るとコーラ、ネギカレー、ニンサラ、煉獄が映ってるかつピックアップされている食材タイプが持ってこないからですね。スキルウィークでスキルタイプのウォーグルが来たので、料理ウィークと銘打ってるのでさすがに食材タイプじゃないでしょうか。というより金種供給足りないのでスキルタイプやめちくりーってことで、口糸が太い長ネギの食材ポケモンなんじゃないかって予想している人が複数人いるという状況なんですよね。なるほど。そう言われればそんな気もしてきます。まず確かにこの画像、デカ盛りウィークのキービジュアルなんですが、ちょっと考察の余地がありそうな雰囲気は感じますよね。デカ盛りウィーク解説動画ではこの画像を見て、口糸の前にポップコーンが置いてあるから食材コーンだろうなんて予想したりもしたんですが、仮にコーンやリンゴだったとしてもエナジー的にネギと相性良さそうなので、少なくともどこかで持っててもおかしくなさそうとは考えられちゃいますよね。リンゴ、コーン、ネギのサーナイトが前例と言えるでしょうか。そして改めて登場している料理を抜き出してみました。まずはカレーから、ほっこりホワイトシチュー、辛口ネギ盛りカレー、ネギ盛り、煉獄コーンキーマカレー。サラダからは特選リンゴサラダ、安眠トマトサラダ、忍者サラダ。デザートからは甘い香りチョコケーキ、力持ちソイドーナツ。そして正面にあるクラフトサイコソーダ大爆発ポップコーンスパークスパイスコーラ。いや、デザート多いですね。この全11種の料理が並んでるんですが、この11種で使われている食材で確かにネギだけが突出して浮いている印象を受けます。
今回ピックアップされるポケモンでネギを集められるポケモンって誰一人いないんですよね。それなのに辛口ネギ盛りカレー、忍者サラダ、スパークスパイスコーラと3種もネギを使う料理があります。ほほーん、きな臭くなってきましたね。まあピックアップになっているピンプクとデリバードの代名詞ともいえる特選エッグに関しては画像の料理では1個も使わないので、割と適当な可能性も感じるっちゃ感じるんですが、確かにこれは考察としては勘ぐっちゃうポイントですよね。他にはクチートの足元も私はねネギっぽいと思いますし、クチートというかメガクチートのツインテールがね連想させるんだと思うんですけど、ちょっと初音ミクっぽい印象も受けるんですよね。実際ポケモンフィーチャリング初音ミクプロジェクトボルテージではフェアリータイプをフィーチャーした楽曲メロメロイド怪力ベアフィーチャリング初音ミクでメガクチート風コスチュームの初音ミクが登場したりもしています。概要欄に楽曲のリンクも貼っておきます。ぜひ一度聴いてみてください。まああちらはねフェアリータイプのイメージですし、もっと直接的にカモネギだったりネギガナイトと一緒にいたりもするので、あくまでそういうコラボがあったよっていう一例なんですが、ネギねちょっと分かっちゃうんだよなもう間もなくでクワッスが追加されてから1年が経過しようとしているこのタイミングで、いよいよネギのポケモンが追加あったっておかしくないなと思ってしまいます。同じような意見が複数人から出るってことはきっと望まれてるってことでもあるのかなと思いますし、もしスキルのポケモンだったとしてもネギ入りの食材セレクトであればまた評価大きく変わりそうな気がしますよね。いや本当に食材セレクトの食材マジで先に教えてほしいですね。他にもこんな予想もありました。今後は現状フレンドポイント5の実質上位互換がいるフレンドポイント16の食材タイプはみんなスキル回収で食材セレクトになる説ありませんか？怪力バサミはカイロスの特性ですし、自前のお手伝いの食材プラススキルで一番 A 食材を供給できるようになるとか、まあ運が絡むので上振れもあれば下振れもあるんでしょうけどってことで、このあたりね闇カラスの時にも言われてたんですよね。闇カラスの特性というかメインスキル強運は本家ゲームではアブソルも持っている特性となっております。そしてカイロスも持っている怪力バサミ、わざわざ狙ってやっていそうな雰囲気も感じてしまいます。カイロス・アブソルは現状メインスキルエナジーチャージ S なんですが、もともとエナジーチャージ S を持っていたバリアードとメタモンはスキルコピーという専用のメインスキルを後からではあるものの与えられました。その結果一応専用スキルを持っているフレンドポイント16の食材ポケモンっていう前例はいるわけですよね、メタモンちゃん。そしてそれはもしかしたらクチートにも当てはまるかもしれないし、そんなわけで当たるかどうかは置いておいて考察として、いやさすがにそれは無茶じゃないっていうものはないように感じるんですよね。むしろうわそれありえるかもっていう絶妙なライン。いやねこういうところ考察するのは楽しいですよね。ポケモンスリープね、時に全く予想を外してくることもこれまで多々ありましたし、グッドスリープデーの月の模様ピッピだったりとか、ゴールド級発電所の意味深な風船とか、アローラロコンの足跡とか、画像による匂わせもちょいちょいやってくれてたりもするので、今回のこの考察がどこまで当たるのか、そんな細かいところまで仕込んできているのかなど、結果をね楽しみに待ちたいなと思います。まあ何にせよね、クチートはフレンドポイント16のゲットしづらいポケモンとなるのはほぼほぼ確定かなと思いますので、実際厳選するとなると、それもじゃあ AAA を探しますってなるととんでもない難易度になることは予想できますし、スキルのポケモンだったらだったで本腰入れて育成するにはメインスキルの種が欲しいと、なかなかじゃじゃ馬なポケモンではあると思いますので、そういったところまで含めてぜひ後悔しない選択肢を探してみてください。ちなみに仮に A 食材がネギの食材ポケモンだった場合、味わいキノコのヌオーの例ではあるんですが、レベル60まで育てた時のキノコの数だと睡眠時間9時間3食ヒーラー付きの場合、AAA 食 M ヌオーと ABB 食 M クワガノンだとクワガノンの方がキノコを多く集められたりもするので、レベルを上げられるのであればそれこそウェーニバルとかでも十二分に活躍してくれる可能性はあるのかなと思ってます。まあでももし2、5、7で食材数が増えるのであればバケモンもバケモンの可能性もありますよね。いやそういったところまで含めてネギ第一食材のポケモンはいつか追加されるんでしょうか。このあたり震えて待ちたいなと思います。そんな視聴者さんの天才クチート考察などなどでした。ぜひね皆さんの意見感想や新たに気づいたことだったりクチートの考察予想何でもコメントお待ちしております。
いや、どこのフィールド行きましょうね。あと1週間悩んでおきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。マジで高評価本当に助かってます。ありがとうございます。それでは、デカ盛りウィークに向けてゆっくりと準備進めてまいりましょう。来週はどんな料理になるでしょうね。今日も元気にいってらっしゃい。またね。バイバーイ。